途中トイレ休憩を挟み高速道路をひた走ります。右手に見えるスキー場は何スキー場でしょうか。北柳原バス停で途中下車し、会津バスに乗り換えます。スーツケースを北方駅のコインロッカーに入れて回る予定だったので、ちょっと荷物が邪魔ではありますが、運よくバスで近くまで行けて逆にラッキーでした。だいぶ並びがありましたが、8分ほどでまずは店内に入ることができました。最初はもしかしたら邪道かもしれないですが、冷やしそばにしようと思っていましたが、冷やしのスープは品そばと違うこと、そして時間がかかるということでしたので品そばにしました。時間がかかるのはまあいいとしても、スープが変わるのはちょっとあれかなと思いましたので、品そばにしてよかったです。透明感のあるあっさりしかしとってもしっかりしたスープがとても美味しいです。中太縮れ麺はもともと大好きな麺です。しっかり味わわせていただきます。そしてとろとろ豚バラチャーシューが肉厚ですごく美味しい。肉そばにしようか悩みましたが、肉そばにするとチャーシューの量が麺を覆うくらい半端なく多いので断念しました。席もちょうど運よく端っこのテーブル席が空いたので、お店の雰囲気を味わいながら楽しむことができました。万内食堂さん、食べログでは3.75とかなりの高評価で、海外進出もされてるそうですね。お店の方は皆さん活気があって気持ちよく食事ができました。隣の敷地にはお土産屋さんもあります。なんと入り口の鳥居はお箸になっていました。大雨の中、慌てて撮影したので、撮った時はお箸になっていること、それ以前に鳥居になっていることすら気づきませんでした。入店すると、参道にラーメン丼がデザインされた鳥居があります。ちゃんと御朱印もあるようです。店内で休憩だけすることもできるようで、子供の遊ぶスペースもあります。ラーメン巡り中の一息スポットという感じでしょうか。店内には可愛い雑貨はもちろん地酒もあり、そして喜多方ラーメンの袋麺が一つずつ販売されていたり、お土産にありそうなものがたくさんあります。ラーメン屋さんの紹介もしてくれるようです。せっかくだし、ここでしか食べられないものを食べようと思います。通常サイズはコーンか紙カップが選べます。ミニ300円、プチ200円は紙カップのみでの提供となるようです。こんなに中にもぎっしり詰まっています。この後計画ではタクシーで道の駅に行ってラーメンバーガーを食べる予定にしていたのですが、タクシー代とラーメンバーガーを天秤にかけたらまた次回車で行こうという結果になりました。ケチのミニコでございます。
雨の中、キャリーをゴロゴロして約15分、こちらに到着です。明治43年建立の建物で、当時は米蔵として使われていたようです。一歩店内に入ると、レトロで落ち着いたインテリア。何時間も時間を忘れて滞在したくなります。地元の方にも愛されているお店さんのようです。コーヒーはサイフォンで入れてくれるようです。コーヒーや紅茶の種類はもちろん、パフェにサンドイッチ、フロート類などメニューはとても豊富です。テーブルのガラスの内側にはコーヒー豆が敷き詰められているのも素敵です。生クリームが程よい甘さで疲れた体に染みます。アイスもすごくよくあって上品な美味しさです。このみかんがまたいい感じ。コーヒーゼリーの苦みが口の中に広がり、甘さと苦さのハーモニーが最高です。会津若松まで電車だと23分で330円、バスだと46分かかって930円。電車がベストな気もしますが、なかなか自分が乗りたいタイミングで電車がないのが現状です。ホテル近辺までハイカラさんに乗ります。前回このボンネットバスに乗れなかったので、目的を一つ果たすことができました。中は対面の座席になっていて意外とカラフルです。一律210円で降りるときにお金を払います。こちらで下車。ここは前回伺いました。よかったら動画まだの方はぜひご覧いただけたら嬉しいです。一泊目は飲み屋さんに近いホテルがいいかなと思いまして、こちらを選びました。シングル一泊朝食付きで5500円。県民割が延長したことで、ラッキーにも3000円で宿泊できました。その他、クーポンも2000円いただけましたので、実質1000円といったところでありがたいです。少し休憩して翌日の計画を立てたり、クーポンを使えるところを探したり、あっという間に時間は20時に差し掛かろうとしていました。移動だけを考えれば駅前にホテルを取った方が動きやすかったのですが、今回の旅の目的の一つに会津若松で飲むがありました。最初は別の店を考えていたのですが、調べていくうちに絶対行きたいというお店がすぐ近くにあることが分かり、20時少し前に電話を入れていざ出陣です。店構えから期待しかありません。店内から笑い声が漏れ、ちょっと緊張してしまいますが、いざ入店します。20時でもお待ちの方がいて、ちょうど席に着くところのようでした。もう喉はカラッカラです。メニューはこの他にも本日のおすすめが黒板にあったり、壁に貼られてあったりします。
中で一番忙しい店なんですよ。最初はだって読み取って。会津で飲む理由の一つに馬刺しで飲みたかったというのがあります。そしてこのメニューの隣に書いてあったニシン山椒漬けも会津の郷土料理の一つです。この時はあまり気にしていなかったのですが、こちらは後ほど公開します旅館編の方でまたお話ししていきたいと思います。いやもしかしたら誰にも辛そうなもがいて仕事しないし全部それがいい。これは口コミを見て絶対食べたいと思っていたうちの一つです。ナスはとろっとろとしていて甘めのお味噌がよくあって口の中でとろけました。カウンターで2人組の間に挟まれた席で、いつもならちょっと居づらいなという感じも、旅のせいなのか料理の美味しさや店の雰囲気なのか、なぜかとても居心地が良かったです。こうなると日本酒に挑戦したくなってきます。せっかくなので地酒を注文してみたいと思います。太田和彦さんのサインがありました。吉田類さんもいらしていたようです。他にはビビる大木さんなどのサインもありました。このランプをはじめとする店内のインテリアも必見です。お店の玄関もそうでしたが、こだわりをとても感じます。ひろきは学生時代の友人がとても好きなお酒で、ことあるごとにひろきが美味しいと聞いていたので、とても気になっていました。今までたまに飲んでみた日本酒も素晴らしいもの揃いでしたが、ひろきはまたどこかが違います。もしかしたら日本酒に目覚めたかもしれないです。このために馬刺しもちょこっと残してありました。大正解です。馬刺しプラスひろき、なんて最高な組み合わせでしょうか。もちろん悪酔いを防ぐために水もいただいておきました。チェイサーという言葉は恥ずかしくて言ったことがありません。いつでもお水くださいです。締めのつもりで頼んだのですが、予想以上の量にびっくりしています。ほんと何を食べても美味しいので、食べ尽くすまで何度も来たいくらいです。お店の方の接客も気持ちがいいし、近くに住んでたら毎週行きたいぐらいです。ごちそうさまでした。お会計は5210円でした。朝食会場は景色がよく見える10階、おかずが並んでいるトレイを取り、そこにスタッフさんがご飯と味噌汁をよそってくれます。こんな感じのラインナップです。
遠くにはこの日のお宿の方向が見えます。今日泊まりの旅館は1年以上前から行きたくて温めていたので、とっても楽しみです。前の日にクーポンを使えるお店をホームページで探したのですが、思ったように見つからなかったので、クーポンを使い忘れるとまた後悔してしまうので、駅でエビスビールを2缶、お米2合を2つ、会津カレー小つゆと食べ物ばっかり買い込んで、コインロッカーに荷物を押し込み、会津鉄道にいよいよ乗り込みます。その他の駅には止まりませんのでご注意ください。当初はレンタカーを借りて大内宿まで行こうと思ったのですが、予算の関係でバスにしました。20分ほどで大内宿に到着しました。最初はさらっと見てからお目当ての高遠そばを食べようと思っていたのですが、割とすぐこちらのお目当てのお店があったので、一瞬ちょっと悩みました。結局お昼よりはだいぶ早い時間にはなりましたが、混む前にと思って入店することにしました。どこに座ってもいいということだったので、窓際の席に陣取りました。奥の棚にそばチョコがたくさん並んでるので、ちょっとズームアップしてみます。すごい圧巻ですね。棚と地震がちょっとだけ心配になります。実は前日トリマスさんで飲んだ時、最後の方に少しだけお隣のお二人とおかみさんとお話をさせていただきまして、大内宿に行くならやっぱり味噌屋さんのそばがおすすめということでした。きゅうりの浅漬けが好きなのですごい嬉しいです。とりあえずきゅうりからいただきます。こちらのそばチョコには水が入っていました。本来であればトッピングされているたっぷりの大根おろしと削り節を混ぜてからいただきますが、この時はなぜか気持ちがとても流行っていて、早くこのネギにそばを巻いて早く早く食べてみたいという気持ちが勝ってしまって、とりあえず巻いてしまっているのですが、こんな感じでうまく食べることはできません。こんな感じでネギでお蕎麦を食べるのにもだいぶ慣れてきて、ネギが小さくなってちょっと食べづらくなるまでこのまま食べてみました。ネギはめっちゃ辛かったけれどもすごい美味しかったです。
ちらは結局何だったのか分からずじまいだったので、明言は避けたいと思いますが、お刺身こんにゃくみたいな感じでした。どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただけたら嬉しいです。会計には県民割のクーポンが使えたようでした。こちらで使えたんだったら、駅であんなにわさわさと焦って買う必要もなかったかなとちょっと後悔しました。お店を出る頃には入店される方もだいぶ増えてきたので、時間をずらして早く行って大正解でした。こちらの酒屋さんは先ほどの三沢屋さんの系列のようです。こういった和風なランプなど店構えがすごく素敵でした。ここで少し大内宿の説明をしたいと思います。福島県南会津にある大内宿は、江戸時代に会津若松市と日光今市市を結ぶ重要な道の宿場町として栄えました。現在も江戸時代の面影そのままに、かやぶき屋根の民家が街道沿いに立ち並び、この景観を引き継ぐために店舗兼住居として生活しています。昭和56年には国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、この大切な村、宿場の景観を未来の子どもたちに引き継いでいくために、住民憲章を作り、売らない、貸さない、壊さないの3原則を守り、景観の保存にと伝統的な屋根葺きの技術習得、継承に全員で取り組んでいます。とのことです。ちなみにこの高台からの眺めがすごくいいよと教えてくれたのは、昨日の夜飲み屋さんで会ったお二人の方です。もっと早くから話しかければよかったねと言ってくださってて、なんかすごく嬉しくなりました。湯の上温泉駅は日本でも珍しいかやぶき屋根の駅舎です。2002年には東北の駅100選に選定されました。駅舎の中にはいろりもあって、駅の中にいるということを忘れそうになります。お里の展望列車とは、展望席、お座敷席、トロッコ席からなる2両編成の列車です。冬にはこたつも入るようなので、いつかは乗ってみたいのですが、土日祝日が運行になっているようなので、平日に動く私としてはなかなかご縁がなくて、いつかは絶対に乗りたい列車の一つです。この次の駅には、前の日居酒屋さんで勧められた塔のへつりがありますが、今回は残念ながら時間の関係で行けそうにありません。鉄道やバスを使う旅は時間の制約もあって自由に動きづらい部分もありますが、その土地に多く触れることもできて、のんびり心の選択になっているような気がします。
東山温泉を先に回る赤兵衛にちょうどいいのがなかったので、ハイカラさんに乗ってゆっくり旅館を目指したいと思います。途中鶴ヶ城が見えるかなと期待したのですが、鶴ヶ城は見えずちょこっと残念でした。今回宿泊する向滝さんに到着しました。こちらのお宿は一人旅初心者さんにもとってもおすすめです。なぜかというのはまた次の動画でお話ししたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。よろしくお願いいたします。